バムフェティッシュ、完成した時のこう感想とか。僕が参加させていただいてからアルバムができるまでに結構時間があったんで、時間をかけてすごくいいものができたなっていうのと、なんかやっぱり自分が客観的に聴いてもすごくかっこいいアルバムになったぞっていう感想がありました。時間どのぐらいかけられたんですか、その制作に。制作何年くらいですかね。3年くらいはかかったんじゃないかなと。結構特殊なレコーディングをされて、皆さん分業でやられていて、京さんはもう全くのお一人で。そうですね、僕基本そうですね、僕バンド3つやってるんですけど、3つとも全部そのやり方でやってますね。はい、歌入れはお一人でやると。はい、自分でパソコン触りながら好きな時間に好きなだけ歌ってやってますね。高松さんはどのように作業されたんですか？僕はゆきろさんのスタジオをお借りして、ゆきろさんにディレクションとしてついていただいてっていう感じですかね。なのでゆきろさんのドラムが撮り終わってから僕の出番みたいな感じでした。ゆきろさんのドラムに合わせて弾くことってなかなかないとは思うんですが、いやなかなかないですよねいかがでしたか？結構世間的には割とタイトで機械的なドラムプレイだっていう風に言われてると思うんですけど、僕はなんか実際に演奏してみてすごく音楽的な人だなっていう印象でしたね。だから機械的、あそっかみたいな。僕も最初やっぱリスナーだった頃はそういう風に思ってたんですけど、ギャップというか違いというかはちょっとびっくりしました。5弦ベース、はい、4弦の普通のベースではなくて1本、下の音域が出る5弦ベースを使われたということで、はい、それは、どなたのリクエストで？僕が加入させていただく時にすでに4曲くらいあった状態で、作曲者は宮さんだったんですけど、宮さんが7弦ギターを使っていて、やっぱり本域的にはベースも低いところまで欲しいというリクエストがあったので、それですかね、きっかけとしては。5弦ベースって、はい、初めてのチャレンジだったんですか？初めてでした。いかがですか、この弾きこなし具合というか。例えば5弦ベースを使うっていう前提で曲があれば全然問題ないなっていう感じはあるんですけど、弾くことよりも音作りというか、そのベースの居場所みたいなところがすごく難しいなという感じはしましたね。高松さんのベースもですね、音の印象というよりかはそのベースが入った感じ、高松さんらしさみたいなのってどういうところに感じます？いや難しい作曲者が求めてる音とか世界観に忠実に提示してくる感じですかね。そこにもうちょっと自分のアンサンブルとか付け足してっていう印象ですかね。ツアーで、3人、宮さんと、アンツさんと高松さん、なんか印象変わっていったりとか。高松くんはだんだんアグレッシブになってきた感じですかね。基本後ろなんであんまり見えない、僕らは見えないんで分かんないですけど、基本そんな僕メンバーとかとそんな絡まないんで、そんな見たりもそんなしないんですけど、宮君とかすごい
絡んできたり、なんか新鮮でしたね。面白かったです、はい、なんかバンド全体でこう目指してる方向がみんなピントが合ってきたみたいなイメージというか感触っていうのはあったんですか？いや、あまりそういうのはないですし、それは必要ないことなのかもなとも思います。それぞれがこれが良いだろうって思ったことをやっただけですごく様になるバンドだなっていうのは思っているので、